様、本日はですね、じゃん、やばくない？このでかさ。やばくない？これでもあれだよね、プルームっていうか、まだ白い粉がついてるから新鮮な証拠らしいよ。なんだけど、こちらのキュウリを使って一本漬けやっていきたいと思います。ちょっとね、この夏はもしかしたらほらもう屋台とかもないかもしれないからね、その味をね家で楽しみましょうということでやっていきます。でまずキュウリのヘタを落としちゃいます。よいしょ。その大きいのが種類が違うやつだったんだよね。そうなんか違うスーパーで買ったやつなんだけど、でかくてめっちゃいいよ。太さが全然違うじゃん。あとゴツゴツしてる。すごいなんか今なまった。美味しそう。よいしょ。で今回は味がちょっと染みやすいようにピーラーでちょっと皮を剥いて、まあ3箇所ぐらいでいいかな。よくあるやつね。そうああいいね。映ってる？ここね。はい、こんな感じでちょっと3箇所ぐらいにピーラーで皮を削ってしましまにしてあげてください。いいんじゃない？なんかもうあるもん、もうそういうの見た目ね。あ、なんか氷に突き刺したいよね、最後。あ、これすごいなんか、これなんかさっきやったやつと違ってさ、断面がゴリゴリゴリって、本当だ。なんかゴーヤみたいな見た目してる。しかも削った後の香りが全然違う。すごいね。めっちゃキュウリ美味しいだろうね。ではキュウリの皮を削ったら、こちらにお塩でちょっとだけ板ずりしてこのトゲトゲの部分を落としつつ、ちょっと塩をなじませます。お塩を、まあ、たっぷりめでいいので小さじ3杯分ぐらいをとりあえずもうキュウリにぶっかけて、でちょっとゴリゴリっと特にこのねトゲがもし多いキュウリを買ってる場合はちょっとしっかりめにやってあげて、ちょっとなじませます。音好き。どうしよう。このゴリゴリしてるこのや音好きなんだけど、なんで？わかんない。初耳。OK でちょっと塩が軽くなじんで水分が出てくるんで、まあ別に今ここで塩を染みさせたいわけじゃないんで、もう軽くこのトゲの部分が取れたらこちら水洗いしちゃいます。そしたらまあきゅうりは水洗いしてちょっと放置して、今回僕は針生姜を入れようかなと思ってるので、生姜大きいのの2分の1ぐらいでいいかな、量は。を普通にまあ薄くスライスして、でスライスした生姜を映ってるよね。はい、もう縦に千切り。で生姜をねたっぷり効かしたい場合は結構たっぷりめに入れちゃっていいよ。こんな感じで、まあ生姜の千切りですね。今回1本分はいらないな、4分の1ぐらいで十分だな。じゃあ生姜はねとりあえず大きいやつの4分の1で大丈夫でしたね。じゃああとは味付けをしていくんだけど、これね結構大きいやつ1本漬けにしたいからジップロックとかに入れた方がいいかな。タッパーだとちょっと入んないやつもあるかもしれないのと、あと味をねつける時の液体の量がね、タッパーだとなみなみ入れないとダメなんだけど、ジップロックだとね大丈夫なんで、そこら辺が。はい、じゃあもう先ほどのまず生姜全部入れちゃって、でここにこちら唐辛子、輪切りの唐辛子ですね。でこちらの量はお好みですね。もうスプーン1杯分、これくらいは入れちゃおうかなと。はい、でここにこちらのまああればでいいんですけどね、昆布、乾燥の昆布ですね。まあちょっとキッチンペーパーとかで洗っちゃダメだよ。軽くね汚れとかだけ拭いて、でまあこれくらいでいいかな、量は。3センチ幅ぐらいの昆布をまあ適当に切って、はい、昆布も入れちゃいます。でここに今回は見て、こちらあごだし入り白だし、こちらですね。いつも使っているくばらさんのあごだしの白だしバージョンです。こちらを使います。でこちらまず大さじ4杯ほど。でここにお水を 50cc で、ちょっと少ないかもしれないんですけれども、後からきゅうりからのね水分が出るので、お酢
こちら大さじ1杯入れます。酸味がね効かしたい方はもうちょっとたくさん入れていいんだけど、お砂糖こちら大さじ1/2。はい、じゃあこんな感じになったら、ちょっとね重なってる部分があるから、ちょっと空気を抜きつつ頑張ってジップロックの口を閉めてください。最初ねあんまり使ってなくてもだいぶ水分が出てくるとは思うので、じゃあちょっとこんな感じで、まだねお水の量は少ないんだけど、つけていく間にだんだんきゅうりからも水分が出てくるので、この状態で冷蔵庫で最低でも半日くらいは寝かしといてほしいんだけど、たまにねひっくり返してあげて使ってる位置とかを変えてあげたらきちんとね味なじみも良くなると思うので、じゃあこちらでとりあえず冷蔵庫できゅうりつけていきたいと思います。はい、みんな見て、これ真空パックみたいになったんだけど今ね自分が食べるやつだからこそできるんだけど、ここちょっと口さ開けてさ吸えばめっちゃ吸ったら真空パックみたいになりました。で吸えばねだいぶ水がブーッと上がってきて、こんだけねピチピチになって俺ね思ったんだけど、やってる時に気づいたんだけど、ストローでよくね。確かに確かに今俺口でやっちゃったんだけど、普通にストローさしてちょっと限界まで締めて空気吸えばだいぶこんな風に密着する感じになると思うので、味も染みやすくなっておすすめですねただすごい完璧じゃないこれ真空パックみたいになったんで、じゃあこの感じでつけていきます。ではこちら1日漬け終わりました。1本漬けでこんな感じでね最初はもう結構パンパンだったのがちょっと余裕がね出てきて、水分もね増えてるので、こちらでねきゅうりから水分が出てちゃんとよく使ってる証拠ですね。いいね。ちょっとこの適度に柔らかくなった感じいいね。そしたらもうこちらに割り箸を刺して、いいね。ちょっと持ち手これくらいでいいかな。こんな感じでちょっと割り箸をどんどんぶっ刺していって、そしたら今回はちょっとぽくね夏祭りっぽくちょっと盛り付けるためにこういう桶にもう氷いいね。桶に氷引いて、もうこの上にどんどんきゅうりをで最後上にねちょっと余ってたこの薬味系かけてあげれば、汁の中とかにもねちょっと残ってると思うんで、はい、これで今回のきゅうりの一本漬け完成。じゃあちょっとね今日はこれを魚に飲みたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。コップ貸して。めっちゃ楽しみ。で今回はもう手作りハイボールでいきます。僕もいきます。ただもう本当にちょびっとに。俺はマジでこれ飲んだら次の作業が何もできなくなる人だから、いいねいいね分かってるからバランスいいね。ちょっとレモン、広島産レモンですよ。ありがとう。もういいじゃん。ありがとう。じゃあ早速乾杯したいと思います。はい、乾杯乾杯。いただきます。これなら飲めるんじゃない、こうちゃん。ということでうまっ。早速いただきましょうか。いただきます。マジでこうちゃんめっちゃぶっといのいっちゃったらもうこれもでけえわ。重い。いただきます。うまっ。うまっ。これ暑い中食べるんがいいんだろうね。めちゃくちゃうまい。ちょっとピリッとしてる、もう浅漬けの強化版みたいな感じ。本当に出汁が超効いてるし、あとやっぱこれ生姜だね。
あ、うまっ。入れてきて薬味を上に乗せた方がいいね。うん、うまい。もうこのまんまでガンガン食べられるやつ。めっちゃあっさりしてんね。うん。でも今ギンギンに冷えてるからさ、知覚過敏の俺はちょっともうびっくりするぐらい冷えてる。めっちゃうまい。ではとりあえず最後ね一口食べて締めましょうか。いただきまいす。ただきます。うん。ということで本日はですね屋台で食べられるようなとっても簡単にできるきゅうりの一本漬けをこうちゃん作っていただいたんですけども、やっぱねこうちゃんが作ってくれるこのきゅうりの一本漬けは出汁がすごく効いてるんだよね、あっさりしてるんだけど出汁が効いてるのと、あと個人的には生姜、これがねやっぱいっぱい入ってるとさらに味に深みが出て美味しかったなっていうのと、白だしもすごく良かった。いいね。プラスこうちゃんの場合は昆布も足してくれてるんでよりだしも効いてて美味しいんじゃないかなと思ったし、で長い間つけてもこのピリ辛な感じはそんな辛くまでなってないんで、お子さんでも全然食べられる感じになっております。であとまあつけてやっぱ思ったのが、つけてるとめっちゃきゅうりから水分出るんで、最初のね僕たちが漬け込んでる最中に、水分少ないかなみたいな感じのこと言ってたと思うんだけど、やっぱそれで十分水分出てるんで、気持ち少なめの元々の調味液で十分です。そうだね、長くつけるんだったらなおさら全然少なくて、こうちゃんが言ったら50よりもうちょっと少なくてもいいかもしれないよね。はいどうぞ。酔いが回ってきました。はい、わかりました。じゃあ締めます。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後とっても簡単にできるので、夏の思い出にぜひ皆さん作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。